にちは。今回は推しの子第27話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。セクハラしかしないこのおっさん。エイルインタビュー。もはやセクハラの域。AV の導入かな。炎上だろこれ。下水。AV 撮影かな。これはひどい。これはぶん殴られていい。セクハラだぞ。 AV かな。ただのセクハラでは。エイルイのインタビューかな。番組的には正しいんだろうなこれ。それがね、内心めっちゃキレてそう。これは切れますわ。マジでうぜえなこのジジイ。楽しかったよね。そりゃ狙い通りだもの。炎上だ。お前らのマスゴミ叩ききた。ネット告発炎上が正解の時代。ヒデ SNS だな。どこだよ。 AD に全部ぶっかける気。テレビはオワコン。これはフジテレビですわ。本当にオワコンに。ほんとフジテレビって最悪だな。女は生活保護寸前でもエロ配信で稼げるからいいよなぐへへぐらいのことは言いそう。もはやテレビはオワコン。自覚はあったんだな。じゃあ放送しろや。やべえなこいつ。つい最近ナイトスクープが炎上して配信から問題解消したな。弱り目につけ込むとは作詞だな。今回のはもっとレベルが違うぞ。ルビーの悪どさが中堅編だし。同人ゴロ。病塾。えぐいのはアウト。寝たい。同人ゴロ批判。でも勝手にコスプレ衣装を作って売ってる中国の業者はどうかと思います。ジャンルによってはダメなんすか。邪神モッコスはどうして通った。フリーレンの薄い本が禁止になった理由が見え隠れするな。あやねる先生がこんなテレビ出るのはちょっとキャラ違うんじゃないか。面白い番組。だいぶオリジナル増えたよな。推しを形にする仕事は終わってしまった。同人誌に切れすぎやろ。おっさんだ女装して誰が得するんだ。逆に炎上するやろ。目覚めてしまったか。結構イケてるじゃん。ふざけすぎだろ。これこそアビコ先生の許可必須だろ。わけがわからないよ。煽ってるだろ。リスペクトどこだよ。バカにされてると思うか、コス愛と思うか。これこそ敬意かけてない。これリスペクトか。もっと炎上しそう。1週間でそんな作れるようにならんわ。1週間でこれは頑張った。でも実際作ったのは AD 君なんでしょう。既製品買いよ。 XL サイズとかあるんだから。自作したんか。すげえ丸く収まった。あのおっさんまで垂らし込んだルビーちゃんマジやべえよ。いい話だった。これで四角い話が丸く収まるのはおかしいだろ。なんで丸く収まったんだ。解決かよ。無理やりすぎる。これこの世界のネット上ではハイハイすべて台本とか言われてそう。そうなるよな。一度炎上したやつは何しても許さんだろうし。茶番見せられたで再炎上するやろ。これで収まるってことは実は一般人にはそんな炎上してなくて、あのコス女の仲間やシンパが燃やしてたのでは。これで D が女装コスに目覚めて妻子に捨てられたらルビーちゃん責任取れんの。これで一応救われたことになるから、やってなきゃ業界干されて妻子に捨てられてたよ。ごちゃんみん、こんなの台本だろ。本当に許してるわけがない。すべてよかった女の仕込みです。そりゃもう全部だよ。怖いよ。いえ、急にホラーに。ホラーだった。もちろん元社長のアイデア込みだろうな。ルビーちゃん怖い。黒ルビースコ。ルビーちゃんテレビ業界を牛耳る勢い。闇落ちルビーちゃんもしかして最強か。最初の持ち込み企画で番組に参加させてもらった時点から全てです。推しの子先週までつまらんと思ってたけど面白いかも。これで喜ぶほど視聴者も甘くないのではないでしょうか。原作者はコスプレ良いって言ってるのになんで許可下りなかったの。そこわからなかった。許可取る必要なかったのに許可が必要だと思ってその確認が間に合わなかった。原作者に確認する時間がないって言うんで止められた。つまり原作者まで話がいってない。原作者以外のところが止めたんでしょう。だからどこからが仕込み。
って言われてるんやな。許可止めたのもルビーなのかよ。怖すぎだろ。仕込みはコス企画応答ブレコスに負けたあたりからだろうな。ルビー怖いな。元社長のアイディアアレンジしてきたのか。日本のアニメや漫画は巨大なグレーゾーンに支えられてるところが大きいんだよね。 AI 狂いの連中はそのグレーゾーンをあげつらって黒だって喧伝することで自分らを正当化しててたち悪いわマジで。こうやってアニメ見てると微妙かと思ってた芸能改変もそこそこ面白いな。ルビーは犯人探ししてるんよな。この行動がつながっていくんか。まあつながる。回り道すぎるけど他に手段がない。アクアも同じだったし。母の周囲にいたスタッフは時を経て養殖についてるから、売れれば必然的に近づけるって考え言うてたで。ルビーとアクアが対立すんのか。ルビーがヒロインに見えてきた。一期は空気だったのに。ルビーにいろいろやらせんのはいいな。星の子面白いから、やっぱり原作中の言うことは信じてはいけないな。現実ではテレビがいくらやらかしても、やらかした個人の顔や名前が出ることが少ないからね。こうやって公開処刑しないといくらでも再発するよね。ダークルビー最高やね。深掘れワンチャンって普通のテレビ放送なんだっけ。ネット番組。アベマみたいなやつ。アベマの番組もいつもなんか炎上してるね。ルビーとアクアってダメ元でお互いの本当の素性を打ち明けたりしないのかな。最初は冗談半分というか様子見的に話してみるとか、そこら辺は後のお楽しみ。なんかモヤモヤして終わったな。これ3話の中でもろもろうまくいったとして、視聴者からは全部がやらせって思われるだけだよな。まあHK コスプレイヤーさんが局と裏取引したみたいに言うやつは出るだろな。こんなのルビーが仕込んで何の得があるんや。番組存続できるからリポーターも続けれるでしょ。企画持ち込みが成功して家に気に入られる。B 小町や本人の売り込みに使えるし、本打ったことでパイプが作れる。 AD が D になった時に今回のオン猫ね作れるって最初に言ってた。業界の色にどっぷり染まってきたな。最初から不祥事起こる前提だったかこの妹。東ブレは判権許諾やバイオって最初に言ってたから、こうなることは予想できていたんだろう。ルビーちゃん怖いよ。そういやあのレイヤーさん呼んだのルビーちゃんでしたね。まあ古いセクハラディレクターがあかん。企画もの AV の事前インタビューじゃねえか。 HK だからといって聞いて良いことと悪いことがね。テレビはオワコン言えるようになったんだな。もともとテレビが天狗になってて好き勝手に暴れた結果、皆に嫌われてスポンサーが離れて、低予算の中で低視聴率の中でもがいてる。コンプラ違反して面白くもなかったら最悪ですよね。投稿を消しても流れたものはもう消えない。セクハラした本人に出てもらわないとなとは思ったけどさ、コスを罰ゲーム的に扱うのはリスペクトあるのか、いやコスの苦労を理解させたのか。自作ならまあ罰にはなるな。女装に目覚めたらどうすんだよ。おっさんが自分のキャラのコスプレしているのを見るアビコ先生の心境やいかに。ユディが有名になるための踏み台みたいなもんだから、後始末はそんなに気にせんでええやろ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。